結構考えたけど、正直これだっていう答えはね、出せないね。出せなかった。すげえ。本当にすごいと思う。マジですごい。この言葉をね、素直には受け取れないかもしれないけど、本当に尊敬するよ。1ヶ月間だけ若い時に戻してやるよって言われたら、俺残りの自分を犠牲にしてでも1ヶ月若い方選ぶんじゃないかと思った。これは約束できる。それは関係ない。人生はそんなの関係なく幸せになれる。じゃあ読んでいきますね。はい。梅原さんこんにちは。私は26歳中卒女です。文章を書くのがとても苦手なのでわからないところがあったらごめんなさい。私は勉強と会話がとても苦手です。小学校4年生くらいから授業についていけなくなりました。中学に上がってから会話がまともにできていないと、最近気づきました。相手の言っていることが理解できず答えられない。黙る。聞かれたことに全く違う返答をしてしまう。言いたいことがうまく伝えられず、興奮し涙がこみ上げ、苛立ちから物に当たるなど、友達はできませんでした。いじめかはわかりませんが、机を離す、私の名前を塗りつぶすということがありました。そんなことがあって学校は行ったり行けなかったり、行った時は休み時間に教室を抜け出して授業をサボったり、学校へ行くふりをして公園で時間を潰したり、両親はそんな私のことを怠けているだけだと思っていてよく怒られました。叩かれることもありました。卒業式は出席しませんでした。卒業してすぐ働くよう言われました。計算ができない、会話ができない、話の理解ができない、出勤できないといった様子で仕事が続かず一日で辞めることがありました。派遣にも登録をして仕事を紹介してもらいましたが、続かなくてすぐに辞めるので連絡が来なくなりました。それが16歳から19歳までのことで、19から20歳の間1年間ニートをしてました。できないことがたくさんあり、なぜそれができないのかわかりませんでした。わからないだけでした。できないと恥ずかしいし馬鹿にされるので、人と関わりたくありませんでした。ずっと家にいたかったけど、働いてない父親に働けと怒られたり叩かれたり、母親に靴を捨てられるという嫌がらせをされたり、1年が限界でした。兄が使っていないブカブカの靴を履いて面接に行きましたが、不採用ばかりでくじけそうでした。が、家にいても叩かれるだけなので頑張りました。やっとの思いで見つけた仕事は現在も続いており5年目です。が、私の立場はよくありません。私に話しかけられたくないのか、逃げるような動きをする上司。逃げ足だけは速い。というおばさん同僚。私の目の前にいる、人間に変だったでしょという上司。同一。避けられ馬鹿にされています。なんでだろうやっと考えるようになり、そこで発達障害というものがあると知りました。すぐ精神科へ検査をしに行きました。結果は、境界知能という中途半端なものでした。知的障害ではないけれど、知能指数 IQ が一般より低い70から84に位置する人のことを境界知能というそうです。平均 IQ が100のところ、私は76でした。精神年齢は11歳から12歳と言われました。支援などは受けられないようです。通院することでまともに会話ができるようになるのではと淡い期待をしていましたが、これ以上良くなることはないと言われました。できないことの理由が分かっても解決しませんでした。今の職場辞めたいけど次の仕事が見つかるとは思えないし、探す気力もない。面接なんてしたくない。死ぬ勇気がないので、これから一生馬鹿にされて生きていきます。安楽死が合法化されますように。父親、酒好き、タバコ好き、ギャンブル好き、借金経験あり。母親、酒好き、タバコ好き、犯罪歴あり。嫌い。4人兄弟全員中卒の土底辺家庭です。
笑ってください。長々と拙い文章を書いてすみませんでした。質問なくてすみません。というのが、前回の、前回読んだ女の子の後にこれが立て続けに来たんだよ。で、俺、モンド終わりだなーとか思った時にポンポーンって来てさ、この2つの読んで、おい、まだ終わっちゃダメだよ、モンドと思って。ねえ。そうですか。境界知能っていうのがね、初めて知ったんだ、俺この人ので。境界知能ってなんかでもチラッと聞いたことはあるけどね。境界知能ってなんか聞いたことあったけど、具体的な中身は知らなかったけど、そうなんだね。IQ が普通は100ぐらいあるのかな、が70から84。知的障害とまだいかないんだけど、ちょっと、具体的に IQ ってどうやって測るのかちょっとわかんないからあれだけど、この子の見てると計算とか会話とか文章を書いたりっていうのがしづらいっていうことなのかな。正直、いや力になれないよ。全然力になれないよ。共感できるところはね、たくさんある。たくさんあるけど、本当のこと言うと、気持ちになることできないからね。でもとりあえずね、これだっていうことを結構考えたよ。結構考えた。練習忙しい中でもね、結構考えたけど、正直これだっていう答えはね、出せないね。出せなかった。あなたに対して。あなたというかあなたのような境遇の人に対して出せなかった。自分のね、人生をちょこっとね、話して、俺の人生どういう人生だったかって知ってるかどうかわかんないけど、その上でさ、なんか自分にちょっと照らし合わせてみたりとか、そういうふうに応用したりするのはちょっと難しいかもしれないけど、そうしてもらう方がね、下手に何か助言をしようとするよりも、いいんじゃないのかなって思ってる。今はね。結構考えたんだけど、それしかねえなと思って。で、むちゃくちゃ共感できるところは一個あるの。それ何かっつうとね、仕事ができなかった。本当に。自分でもどういう部分かわかんないんだけど、なんかね、多分ね、脳みそにね、なんか極端に不足してる部分があんのよね。それが何なのかわかんないの。わかんないんだけど、とにかく社会で役に立たねえんだわ。マジで。仕事覚えらんないし、あとね、うちの親も結構苦労してたけど、勉強とか教えてもね、全然頭に入ってこないの。興味のあることは入ってくるんだけど、興味のないね、勉強とか教わっても、親もだからイライしてたよ。さっきこれ教えたじゃんってなんでもう忘れちゃうのとか言って。で、すごい、自分でもね、わかんないけど、なんかできなかったね、仕事がね。不器用な人間なんだなぁなんて思いながら生きてたけど、とにかく、きつかったよね。ただね、仕事は覚えらんないし、すぐクビになるしね、あと務まんねえなと思って自分から辞めることもたくさんあったけど、俺はね、子供の時からね、喋るのは結構得意だったの。だから、面接は通るんだよ、意外と。面接で、この子大丈夫そうだなって、普通に働けそうだなっていう印象を与えることはできたの。ところが、いざ働くとダメ。だからね、なんか極端なんだよね。喋ることはできるの。ところが、仕事を覚えたり、なんかマルチにいろいろやるっていうのはなんかどうもできないのね。それ今でもできない。今でも人の話聞いて理解するっていうのはできないし、説明書読んで理解するとかもなんかできないし、なんか得意不得意がね、はっきりしてるんだと思う。で、悔しい思いもたくさんしたしさ、俺の心が折れたなと思うのはね、飲食店やった時に、たくさん怒られたしさ、内心バカにもされてたと思うし、労働環境も過酷だったし、もう俺も、肉体的にも精神的にも相当参ってたのよ。で、その時にさ、大悟、つって、ちょっと休憩
っていうか、まあ、忙しい時間帯が終わった時にさ、水かけといてって言われた。水。鍋に水いっぱい汲んで、そこのコンロに水かけといてって言われた。で、水かける。意味が、なんで水かけんのかなって思ったんだけど、まあでも、まあ洗い場ともその併用してたし、まあ水、なんか冷やすのかなと。コンロをね。で、思ったから、水たっぷり鍋についで、で、もう一個書きました。水かけていいんですかって言ったら、ああ、水かけといてくれよって言われたから、その水をそのコンロにバシャってかけたの。そしたらさ、もうずっと使ってるもんだからもうめちゃくちゃ熱いわけ、そのコンロっていうのかなわかんないけど、ガス台が。そんでその、めちゃくちゃ熱いところに水かけたもんだから、熱湯、あれ不思議だね。ものすごい熱い蒸気が俺の指にってかかって、チーってなったの。一瞬で火傷しちゃったの。チーって思って、なんだこれって思って、一瞬わけがわかんなくて、水かけといてくれって言ったのになんで俺こんな目にやってんだろうと思ったら、水かけるっていうのはお前、火にかけるってことだろって言われて。まあで、その水かけるっていうのはちょっと昔の言い方なんだよ。でも俺わかんなくてさ、そういうこともわかんなくて、水かけといてくれって言って、水大量に込んでバシャーってかけたら、ゼッってなって指やけどしちゃって、バカ野郎って言われて、でも俺その時にさ、いや今考えれば笑い話よ。今考えれば笑い話だけど、もう俺も精神的にもさ、もう肉体的にも疲弊しまくってて、怒鳴られて、で、水ジャーって出しながら指冷やしてさ、もう、さすがの俺もちょっとね、涙が出そうになるぐらいね、自己嫌悪だし、なんだろうな、この人生はって。なんでこんなにこともできないんだろうなと思うし、ずっとこうやって生きていかなきゃいけないのかな、なんかね、笑い話じゃなかったの、当時の俺としては。なんだこれと思って。そう。ほんでね、まあそんなこともあって、だからね、まあどんな仕事もね、長く続かなかったんだよね。はっきり言って。で、だから、君もたくさん、こう、書いてあったよな。5年目か。やっとの思いで見つけた仕事。何やってるかわかんないけどさ、現在も続いてる5年目でしょ。これね、マジですげえなって思う。本当にね、君がこうやってね、送ってきてくれたからとか、じゃないよ。マジですげえと思う。だって、なんだっけ境界知能って言うんだろってことはまあ、よくて俺と同等。まあ、普通に考えれば俺よりも苦労するわけだろ社会に出てて。それで5年だろしかもこの劣悪な環境で。すげえ。本当にすごいと思う。マジですごい。この言葉をね、素直には受け取れないかもしれないけど、本当に尊敬するよ。絶対無理。うん。絶対無理できないね、俺には。俺にはできなかったね、これはね。うん。今でもだから、今こういう仕事してるけど、こういう仕事がなかったら俺今でも5年も続いてる仕事ないんじゃないかなって思うわ。逃げちゃう。逃げ出しちゃうね。きつすぎて。すげえと思うよ。君は自覚してないかもしれないし、あとね、結局こんな環境で生きてたら、ここで働くしかないんだよって思うと思うよ。それはね。これしか選択肢がないんですよって、すごくないですよって思うかもしれないけど、それはね、俺違うと思うんだ。うん。なんでかっていうと、あなたが職場に行くのは自分の足じゃん。誰かにさ、無理やり縛られてさ、担がれてさ、職場まで運ばれるわけじゃないし、体を無理やり強制的に動かされるわけじゃないでしょ。自分の意思で起きて、自分の意思で服着て、靴履いて、電車乗って、職場行って、おはようございますってタイムカード着て働くわけでしょ。それはね、やっぱりね、自分の意思なんだよ。で、これしか選択肢がねえって分かってても、できねえから大変なんだよ。で、そんなやついっぱいいんだよ。お前もここで、この仕事辞めたらもうどうしようもねえぞってなっても辞めるんだよ。そういうやつは、たくさんいるんだ。だからね、
すごいと思うし、俺はどっちかっていうと、お前ここで下がったら終わるぞってタイプ、局面でも仕事続かなかったタイプだと思う。だから本当にすごいと思う、これはね。うん。あれか。死に勇気がないので、このから一生馬鹿にされて生きていきます。安楽死が合合されますようにっていうこの文があるけど、ね、まあ、今までの人生、まあ自分の境遇もあるし、でもまあそれ以上に、周り、親とか、学校での扱いによって、まあ、人生ってつまんねえなーって思って生きてきてると思うんだ。人生って地獄だなって思って生きてると思うし、それは無理もない。だけど、で、俺もそういうふうに思ってた時期もあった。20代の中盤ぐらいは地獄だなと思いながら生きてたんだけどね。で、介護の職場行って、そこでも、俺はドベだった。ドベだったけど、そこで一個すごく大きな学びがあって、で、それ何かっていうと、もしね、そこで入居してるおじいさんおばあさん、認知症、ね、もう、昨日のことも覚えてない。っていうか、1秒前に行ったことも覚えてないような状態。飯も自分じゃ食えない。風呂も自分じゃいけない。トイレも自分じゃいけない。あとはお迎えが来るのまずだけっていう状況の人たちが、もしね、例えばじゃあ、残りの寿命はどれぐらいあるかわかんないよ。例えば、あと1年生きれます。2年生きれます。ね。でも、1ヶ月間だけ若い時に戻してやるよって言われたら、俺残りの寿命を犠牲にしてでも1ヶ月若い方選ぶんじゃねえかと思った。これマジで。つまり、それぐらいね、こう、体が健康で、頭が、まあ、境界知能っつったってこう立派に仕事もしてるしさ、文章も書いてるわけだろ。つまり頭も動いて、ね、昨日のことも一応覚えててさ、っていうのはどれだけありがてえかっていうことを、まあ、骨身に染みるんだ、ああいう職場だから。これはもうね、理屈じゃない。本当に理屈じゃない。その職場行ってさ、見るとさ、こう、年いった人たちが自分で歩いてトイレ行ってたりとか、自分で飯食ってた、今日は体調がいいから自分で飯食おうとかさ、やってんの見るとね、理屈じゃねえ感動があんのよ。これは働いてみないとわかんないだろうね。理屈で言ってもわかんないと思うけどね。すげえって思うし、もう理屈じゃなくね、笑みがこぼれるの。すごいな、立派だなって思う。で、その時に初めて、ああ、こういうことかっていうのを、まあ理解したって、まあこれは余談だけどね、君のちょっと話と関係ないけど、そういう学びもあって、で、その時に、まあまあ若いうちだけだからこういうことができない。一生懸命生きなきゃいけないなって思った。で思ったんだけど、同時に思ったのは、人生幸せでいるために、あんまり多くのものっていらねえんだなって思ったの。この時にね。まあ世の中だとさ、まあ SNS でさ、なんか、インスタ映えするとこ来てますとかさ、こんな美味しいもの食べてますとかさ、こんな高級なもの持ってますとかさ、まあそういうのを見てさ、ちょっと心を病むこともあるんだろうけど、ああいう職場行ってごらん。どうでもいいことなんだなって、腹の底から思うから。うん。人生は、今でもそう思ってる。俺は肝に銘じてるけど、今でもそう思ってるけど、人生はね、食うに困んない金。これは大事、確かに。ド貧乏はきちいからね。食うに困らないだけの金と、あとはまあ体の健康と、あとは、まあ、人間関係だよね。人間関係が良好であれば、もう幸せなんだよ、はっきり言って。別にね、君はこの君の境界知能っていうものが自分の人生の不幸を呼んでるって思うかもしれない。確かに呼び水にはなってるかもしれない。原因にはなってるかもしれないけど、でも本質ではないんだよ。この境界知能によって何が起きてるかっていうと、人間関係が嫌なものになっちゃってるの。君は悪くないんだけどね。周りが悪いんだけど、そう。だから君は健康だよね。5年続いてんだろ。とんでもない健康だし、メンタルも超合金だよな。すげえ、こんな。本当にすげえと思うよ。5年続いてんだろ。俺よりもきつい、多分、感じで5年でしょ。メンタル超合金で、まあ肉体も健康だと。で、まあ一応わからんけど、まあ食ってくだけの金はあんだろ。あとは人間関係なんだよな。だけどその人間関係が、ここまで劣悪だとそれだけで、死にたいなって生きてるの地獄だなって思うのが人生なんだよね。
だから、俺は君はね、これまで人生っていうものが、つまんねえもんだ。暗いもんだって、もう楽しくねえもんだって。そしてそれは、自分が境界知能だからだとかね。そういうふうに思って、まあ、その家族が中卒だからとかさ、そういうふうに思ってるかもしれないけど、それはね、これは約束できる。それは関係ない。人生はそんなの関係なく幸せになれる。うん。だけど、今のこの、親の元にいたらきついだろうね。で、この状況を脱出するためには、一番いいのはね、環境を変えちゃうっていうのが一番いいと思う。うん、でもやっと見つけた仕事をまた一から仕事を覚えるの大変だよね。わかるよ。俺も大変だった。うん、だからわかるからそう簡単に仕事変えろとは言わねえけども、うん、だけど、いるんだ。すべてが、全員が全員、自分よりね、劣ってる。しかも劣ってるっつったってさ、これほんと理不尽だなと思うんだけど、絵が下手、歌が下手、体力がね、ね、とかそういうさ、それだって欠点じゃん、本当は。だけど、そういう欠点ってのはあんまりさ、社会じゃ影響ねえんだよ。その代わり、喋るのが苦手とかさ、ちょっと人の話理解するのが苦手とかさ、計算ができねえっていうことが苦手だと、どれだけ苦労するんだよな、社会ってわかるよ。俺もそうだったから。うん。でそこは本当に不公平だなと思うけど、まあしょうがねえ、現実だからな。受け入れて生きていかなきゃいけないけど。うん。だから、まあまあ、でもそういう意味で言うと、社会的に劣ってると、馬鹿にしてくるやつってのはいっぱいいる。まあそういうやつのが多いのは事実なんだけど、そうじゃない人ってのもいる。俺はそういう人に会ってきたし、あと俺はそうじゃねえよ。うん。まあそう思うから俺に相談してきたんだと思うんだけど、俺はそんなことで人を下に見ないよ。そしてそういう人はいる、いっぱい。いっぱいじゃないか。いっぱいじゃないかもしれないけど、いる。で、そういう人がリーダーになってる職場に行けば、こういう不快な思いせずに働くことできると思うよ。まあそんなこと、そんなもんいちいち探しらないと思うかもしれないけど、うん。だからね、一番いいのは環境を変えちゃうこと。あと親から離れること。うん。で、もしそれができないんだったら、少し難しくなるけども、君が努力してやれるようになることは、うぜえやつは無視。これはね、前にもちょっと言ったけど、うぜえやつ無視。この上司おばさん無視でいいじゃん。そんな嫌な野郎ども。どうせ別に知らねえけどさ、そいつらの IQ がいくつあんだが、仮に100だとしたら、105とか110のやつらにヘコヘコしてるようなやつらだろ。無視でいいよ、そんなやつら。くだらねえ。うん、そうやって思って無視して生きていきゃいいと思うよ。で、一個ね、君の人生、まあ、さっき豊かがどうこうって言ってた人いたね。人生豊かにするために、こんなくだらねえ野郎どもは無視して、ね。で、さっき言った体が健康、それから、ね、精神、まあ、君は精神もすごい強いから、安心だね。精神が良くて大変な人もいるから。で、食ってくだけの金、最低限の金持ちである必要はない。で、人間関係ってことだけど、人間関係もちろん仲のいい奴がいれば最高だけど、いなきゃいないでいい。無視できればね。きちんと無視できれば、うーん、それだけでいいと思う。で、あと一個好きなことがあるといいね。俺もね、人生きちいなと思ってたけど、やっぱね、なんだね。格闘ゲームのせいでこうなったなと思ったこともあったけど、まあ、それは今から考えるとお門違いの恨みだったんだけど、ゲームがあるおかげでね、随分救われたよ。本当に。まあ、それで仲のいい友達もできたしさ、俺が困った時に助けてくれた奴らもいたし、うん、だから君も一個さ、今そういう余裕ないかもしれないけど、なんか一個好きなことなんでもいいと思うよ。絵描くとかさ、でもいいし、動物飼うとかでもいいし、なんでもいいよ。自分が好きなもんなんか一個あると、まあ、働いて、ね、ご飯食べて、あ、今日も一日疲れたな、つって好きなことに没頭して生きるって、それで最悪だけどね、本当は人生って。君はまだそういう人生を知らないかもしれないけど、人生それでもう100点なんだよ、本当は。むしろ、人より上とかってやってる人生の方がよっぽどきつくて、不幸せ。うん、それも間違いない。だから、この一生地獄みたいに思ってるかもしれないけど、そんなことはないよ。うん。確かにその君が知能指数がこれから100になったりすることはないかもしれない。ね。人から尊敬されるような職に就くこと可能性も低いかもしれない。大金持ちになることもないだろうけど、幸せな人生を送ることは間違いなくできる。だからそういうさ、このトンネルはいつまでも続くわけじゃないよ。この嫌な両親から離れるか、もしくは嫌なやつを無視して、独立して生きていくっていうのがあれば、
快適なね、楽しい、人生生きてるっていいじゃんって思えるね、時が来ると思うよ。うん。そして俺はそういう風に考えることに関しては、得意なんだよね。うん。昔から。だから俺全然気になんないよ。自分より頭いいやつがいようが、自分より容姿がいいやつがいようがさ、自分より家計の才能あるやつがいようが、自分より金持ってるやつがいようが、どうでもいいです。本当に心からどうでもいい。すごいなーでもあり。関係ないや、そんなの。別に俺は俺で好きなことやるし。うん。何にも諦めてないしね、それで。うん。諦める理由もないし。俺は俺で頑張るよって。だって俺生まれた時にさ、うちお姉ちゃん、とんでもねえさ、見せつけられてんな。こんな人間いるんだって。でも俺それ腐んなかったよ。1ミリも腐んなかったよ。うん。俺は姉のように天才じゃねえんだ。なんだよ、つまんねえ人生じゃねえかなって。1ミリも思わなかったよ。もう全然俺の人生俺楽しんでやるぜ。俺は俺のやり方で楽しんでやるぜ。つって。うん。で、ここまで来たよ。うん、関係ないんだよ、周りが。しかもなんだよ、IQ って。誰が決めたんだ、あんな関係ねえよ。俺は思うけどね。うん。だからまあ、送ってきてさ、ちょっと時間かかって、答えの時間かかっちゃったけど、解決になんないかもしれないけど、俺はそう思って生きてるよ。うん。バカにしてるやつなんかもう、どうせくだらないやつなんだから無視でいいんだよ。俺もたくさんバカにされたけど、なあ。なんとか生きてるから。うん。って感じかな。うん、でもこれっていうアドバイスはできなかったかもしれないけど、でも結構時間かけたからさ、許しておくんなさい。ね。まだ若いし、いいぞ若いってのは。羨ましいね。じゃあそんな感じで、終わりますか。じゃあ、また皆さん、次回もまた、次いつになるかわかんないですけど、はい。また、今度やりますんで。はい。別に重たいの送ってきてもいいですからね。重たいの送ってきてもいいですし、カジュアルの送ってきてくれてもいいですし、お答えしますんで。大変だけどね。1000円でなからね。大変だけどね。やりますからね。じゃあまたね。皆さん、さよなら。